おはようございます。S10WR です。前回の動画で次はオイルポンプのオーバーホールをするっていう風に告知をしていたんですけど、自分の今回の事例の場合、ただ取り外してオーバーホールっていうわけにはいかなかったんで、今回はその下準備っていうかそういう動画になります。自分の車両250のエンジンなんですけど、前のオーナーさんが焼き付かせたくないっていうことで突出量の多い350用のオイルポンプをつけてたみたいです。そのオイルポンプなんですけど、以前動画のコメントで250のエンジンには250のオイルポンプをつけた方が無難だと思いますよというふうにご指摘いただいたんで、これを機に中古の250用のオイルポンプを購入して、オーバーホールして取り付けます。で、それに際してなんですけど、オイルポンプと、このウォームシャフトですね、駆動用のウォームシャフト、これはセットで交換しなきゃいけないんですけど、350用のポンプの駆動用ウォームシャフトを取り外して、250用にするっていう風な作業も必要になりました。で、このウォームシャフトが裏側の E リングを外さないと表側に抜けてこないんですよね。なのでこの右のクランクケースカバー、これを取り外す作業が必要になりました。今回はその一連の作業を、まとめた動画になります。普通に今ついてるオイルポンプをただ取り外してオーバーホールしてまた取り付けるっていうことであれば、今回の作業は必要ないはずですけど、まあ似たような境遇の方がいれば参考になるかなと思って動画を撮ってみました。こちらが、自分の RZ についてた右クランクケースカバーになるんですけども、構造としましてはクランクケースカバーに、ウォーターポンプとオイルポンプが、ついている構造みたいです。裏側はこのようになってるんですけど、クランクシャフトの端部に、ギアがついてまして、そのギアを使ってウォーターポンプと、オイルポンプを駆動する仕組みになっているようです。で、この E リングを外してギアとピンを外して、でそれでやっと表側からこのウォームシャフトが抜けるっていう構造になっているみたいです。自分のバイクについてたオイルポンプっていうのは刻印が 1M1 っていう風に書いてあるものなんですけど、かなり初期型の RZ の中でも本当に最初の数千台ですか、車体番号がフレームナンバーが5000何番台だったか、そのぐらいの本当に初期のモデルにしか、ついていない、オイルポンプらしいんですけど、これがついてました。こちらがですね、オイルポンプ、4L1 刻印で、赤いマーカーがついてる250用のオイルポンプ、購入しました。なんかおまけみたいな感じでケースごともういろいろついて、購入できたんで、まあちょっとお得だったかなというふうに思います。で、このカバーを外すにあたって、クーラント、それからミッションオイル、あとホースやワイヤー類ですね、まあ、その辺を取って、ケースを取り外すっていう動画を撮影してみましたんで、どなたかの参考になれば幸いです。はい。